いやー、負けちゃいました。いやー、やばいです。4位まで落ちるんですけど。最初やっぱ強かったね。で、ももちもね、ちゃんと戻して。BFM もね、なかなかきつい4-0が食らってね。ワールドウォリアー、ワールド優勝考え、有利対象流れちゃう。いや、からす。俺が負けてしまい、樋口さんに対象を任せないといけない。まあけど、なんか、途中でね、まあ相当マノン出てきそうだなとは思ったけど、やっぱね、ちょっと覚悟のプレイがね、もっとちゃんと、俺も打たないといけない部分が多かったし、バックジャンプからな、多分あれ、しゃがみ中継、多分結構当たってたポイントもあって、それはちょっともったいなかったな、コンボ。いやー、けどな、危なくなっちゃうよ。まあけど、樋口はね、3-0でね、勝ってますからね。樋口退場はなかったですか？ありました、ありましたよ。まあ、全然いろんな選択肢あったよ。まあ、DFM、今回もか。今回も、なかなか出だしはきついのか。2試合、今日3試合か？ 3 試合終わって35点。まあ、それでもマシだな。前回に比べると。まあ、グッパチはね、やっぱ強いからね。安定感ある。誰がどう来てもおかしくないし。大谷、相当いい動きしてたな。梅ちゃん、また地獄の軍。いや、梅原さんは相当やってるよ。楽しいと思ってしまってるものは、地獄じゃないという考え方は確かにある。楽しんで練習をしてるっていうことに対して苦言を示すっていうのはあるのかもしれない。ただ、その練習量で言うと、もう相当日本でもトップクラスにやってんじゃないかな。かなりやってるよ。そうだね。いや、まあまあ、確かにね、もっとね、まあ、オーディアッパーっていうかね、投げに対するリスクの与え方が、もうね、3先っていう長期なのに下手だったからな。エドはマノンに有利ですか？エドマノンはやっぱエドだと思うよ。なんだ結構エドなんじゃないかな、とは思う。序盤投げくらって、いやーけどね、もっとね、リバとかね、いや、リバとかをもっとする予定だったんだけど、ちょっとね、途中からね、攻略変更をね、直前にして、タッチ中盤とかもっとね、差し返す意識ちょっと上げてってたんだけど、まあ、その結果、だいぶ、あれだったね。リバができなかったね。コンボね、なんかね、判断ミス結構しちゃったね、コンボはね、結果的にね。やけど、まあ、それも大会だからさ、まあ、弱さでいいと思う。よくねえなーって思ってても3位ってことはやっぱチームが強いってことなんだよな。やっぱね、樋口が行けるところで樋口にはちゃんと稼いでもらって、まああとはね、オジでちゃんと重ねて、ポイント増やしていけばいけると思う。いや、最強だからこそ、安定するところに出るのは超大事よ。自分が苦手じゃない相手に当たったからっていう要素ってすごいでかいと思うのよ。だからその勝てるところに勝つ能力っていうのはやっぱすげえ高いんだよね。最強だからこそ、最強のまま維持してもらおう。嫌なところ出てもらって、もしかして自分って良くないのかなって思わせない方がいいでしょ。大谷風出てもよかったのでは。まあなんか選択肢本当にいっぱいあったよね。いや、俺がね、KB に行くとかもあっただろうし、いや、俺ね、正直ね、結構誰でも、その自信はあるんだよね。魔の対策は相当低めではあったよ、正直。割合で言うとね。エド。どうだろうな。まあまあ、けど、全然、まあ、どのキャラに対しても全然いけると思う。リーグでサブキャラをしっかり使うってきつくないです。いや、だけど、きつい時に出てくるっていう感じだから、まあいいんじゃないかな。いや、まあけど、きついと思うよ、実際。それこそ、俺がなかったら、例えば、キャラ変えてたかもしれないしね。樋口とかだったら、最初マノンで勝った後、次変えてる可能性あったしね。まあね、まあ、1ラウンド目超勝てそうで、まあ、まくられちゃったのが痛かったりとかね。まあ、俺もね、結構、痛いプレーが多かったけど。これが、マノン戦ですってやった時にも、リスクかけて、まあ、例えば逆卓駒投げと SH 打ちまくってくるみたいな、まあ、結構食らっちゃったと思うんだけど、まあ、そういう部分で攻略はしてくるだろうなと思ったから、その全部のキャラに対して勝つマノンと、この特定のものだけに勝つマノンの動きの差って絶対あるから、そこ良くないよなってね。勝てるような内容もあったけど、タッチ対江戸用マノンなのか。いや、どうなんだろう。まあ、マノンでもおかしくないよね。どっちかって多分、デラとかあっち系の方があるのかなとは思っちゃった。もっと安定な。けど安定な立ち回りするなら多分そもそもマノン使わないんだよね。マノンを使ってる時点で絶対にオラつく。
勝てる相手とか、安定がある相手に対しては、M エドでいいから。アウェイだし、フードエド読みでできたってことないよね。それはあったと思う。あったと思うし、俺が他のところに出ないんじゃないかなっていうのも思われたかもしれない。まあ、直前はね、もう本当に2日間ぐらいマノンめっちゃやってて、まあ相当マノンだなと思った。いやけどいい選択だよな。いや、多分俺自体がそのマノンをなんかね、もうめっちゃ目立ってるっていうわけじゃないっていうのを相手も知ってるから、そこでちゃんと、よし、50%っぽい動きするぞと思ってね、ちゃんと入ってきたって感じだからね。立川プロの中でもキャラ仕上げるの早い方ではない。まあ、仕上げるっていうのは何ぞやっていうところではあると思うけど、まあ、そもそもいろんなキャラ使うしね。いやけど今回は結構いろんなオーダーある。もっちさん来るのもあんのかなと思っちゃったわ。小鼻にね、いや、あれね、絶対にリスク与えれたんだよね。ラッシュコパン打ったんだけど、しゃがみ中継多分当たってたね。それがね、やっぱ痛かったなっていう。どんなオーダー想定してました？まあ、バンバンか立川が、まあ、大将の確率はまあ8割ぐらいかなと思った。まあ、どっち大将かなっていうのはあったけど、まあ、ちなみにマノンが大将、立川が大将なら絶対マノンだと思った。まあ、俺がその入ってくる可能性を想定したときに、多分マノンの方が勝率が高いから。先方とかだと、まあ、エドあるかなとは思ったけど、ちょっとじゃあ、ちょっとオーダー要素お願いしますよ。次、忍びたい、ソル。まあ、大将からいこうか。大将は誰と思います？藤井、藤村、桃地、ジョニー。桃地誰がいいと思う？桃地樋口、桃地フード、桃地梅、桃地ネモ。桃風か桃ヒグ。意外。梅原さん少ないの意外だわ。俺、桃梅が一番多いのかと思ってた。あ、もじさん次は多分もじさん大将だと思うんですけど、行かしてもらいます。行かしてもらいます。今ね、見てたんですよ。ね、ランキング。プレイヤーランキング見たんですけど、で、ももじさん見てくださいよ、これ。獲得ポイント1位。これ圧倒的にね、ディビジョン S で40点取ってももう一さんしかいないっていう、もうその圧倒的なポイント力ですよ。で、あなたのこのチームメイトですよ。これ、こうパッて見てるんですけど、まあ、ジョニーさんも勝ってないですよね。で、山口さんも勝ってないと。で、藤村さんも1、3と。これは桃地しか出せない。これは桃地以外出れないでしょ。じゃあ、俺、正しい出方をした方がいいと思う、なんなら。本当にチームの勝率が高い、いいオーダーをした方がいいと思うんだけど、ただ、これ、白身のファンは、桃地が大将じゃなかったらボードを起こすと思う、俺は。おかしいって。白身のオーダーおかしいって。桃地が大将ならなって、なんで、樋口大将じゃないのって言われてるんです、僕たちも。だけど、樋口は大将じゃないから3勝0敗だったっていう考え方もあるはずなのに。